はい、こちらはエイプリルインパリです。このちょっとぼかしが入ったようなお花が特徴のようです。お花を近づけるといい香りがしますし、昨日雨が降って雨上がりなんですけど、ものすごく虫に食べられてました。エイプリルインパリ、今咲いているこのお花は先日の一番花が咲いている時に赤くもう花枝が出てきていたものです。だから2番花でいいんですかね、それとも 1.5 番花なのかな。 1.5 番花って言い方変ですね。1番花の鈴木なんでしょうか。でも1番花もある程度5輪ぐらいですけども、ある程度まとめてつぼみがついて、その後に赤く花枝が上がってきたものなので2番花でいいんですかね。エイプリルインパリを育てている方、どのように考えたらいいのか、見解をもしよかったら教えてください。全体像としてはこんな感じです。ものすごく横張りです。はい、こちらはコメータと言います。この子は遅咲きなのもあって、このバラが咲くと夏が来るなって思います。コメータというお名前も水星という意味なんですよね。お花を近づけると少し香りがあるような気がします。コメータはバルニーのバラだと思うんですけれども、私がたまたまいつも買っているバルニーのバラがたまたまそうなのかもしれないんですけども、すごく野生味あふれるというか、バルニーといえばワイルドなバラというイメージがあります。全体像としてはこんな感じです。春先にすごい枝枯れをして短くなっちゃったんですけども、次々と新しいシュートが出てきて、こんなにもう茂ってます。今年新しいシュートが10本以上出てきたので、もう誘引するというよりは雑にまとめて支柱にくくってるっていう感じになってます。花枝は支柱にくくらなければこのように下にしられる感じになっています。そういえば白いお花ですが、昨日おととい雨だったんですけれども、そんなに傷んでないような、雨に割と強い子なんじゃないかなと思います。はい、こちらミニのつるバラのみやびちゃんも満開のようです。お花を近づけても香りはちょっと分かりません。でもお花も長持ちしますし、ぎっしり毎回たくさんお花をつけてくれます。この子は大きく分けて春と秋にお花を咲かせますが、春のお花はこのようにぎっしりゴージャスにお花がつくんですが、秋はもっと控えめな感じで咲いてます。
それから秋はローズヒップをつけながらお花を咲かせています。全体像としてはこんな感じで、我が家ではずっと8号鉢でコンパクトに咲かせています。はい、こちらはハイディクルムローズの2号です。ハイディクルムローズ1号をご紹介したのが6月の3日でしたので、1ヶ月近く遅れて2号が咲いた感じです。この2号が鳴りを潜めていたと言いますか、うんともすんとも言わずに、バラ畑のどこにあるのかなーなんて思ってたんですよね。そしたら今この一番たくさん咲いている花枝、ベーサルシュートでしたね。ピンチもしてないですね。そしてお花を近づけると、なんとなく香りがわかる程度ですね。今日は気温も湿度も高めなので、香りが揮発しているんでしょうか。全体像としてはこんな感じです。この撮影が終わったら、ピンチもしてないこのベーサルシュートは一応適当なところでカットしようかなと思います。我が家でも急に蒸し暑くなってきたので、すごくバラも体力を使いそうだなと思うので、念のためにカットしようと思います。はい、こちらは川本真紀子先生のカルトナージュです。この子も残念なことに昨日の大雨で後ろの方のお花がだいたい散ってしまいました。遅咲きの子で、ちょうど梅雨入りと一番花が重なっちゃうので、毎年うまく撮影してあげられてない子だと思います。お花を近づけると、私がよく言う子供の頃に買ってもらったお風呂セットのような香りがします。全体像としてはこんな感じです。ちょっと灰色が薄いですかね。カルトナージュ育てている方、教えていただけると助かります。今年は2番花上手に取ってあげられるように頑張りたいと思います。はい、こちらはローズレキャトルバンです。この子は毎年ブラインドをして、ブラインドの処理をしていた子なんですけれども、今年の春たまたま見かけた、お名前をちょっと今忘れてしまったんですけれども、とあるバラ園さんのブログで、ブラインドが出た時はラッキーだと思ってくださいって、ブラインドの処理をしなくても
その後でとてもいい花枝がどんどん出てきますので、そのままお待ちくださいって書かれてあって、こちらはその通りにしてみた株です。ローズ・デ・キャトルバンは毎年ブラインドの処理をしても、我が家ではそんなに花数をつけてくれる子ではなかったので、これだけつぼみがついてお花を咲かせてくれるっていうのは、バラ園さんの言う通りだなと感動しました。ブラインドの処理はしなくても良さそうです。そしてお花を近づけると、とっても濃厚なダマスクの香りがします。で、この子はお花持ちのいいバラだと思うんですけれども、毎年この梅雨時期の雨によく当たる時期に咲いているんですが、ちょっとお花の傷みがあるようです。今回もだいぶ傷んだ花びらがあったので取り除いておきました。ローズ・デ・キャトルバン全体像としてはこんな感じです。で、我が家にもう一鉢あります。もう一鉢の方も今年はブラインドの処理をしなかったので、割とたくさんのつぼみがついてくれています。楽しみです。はい、こちらは風車です。この子もとってもいい香りがするバラです。お花を近づけると華やかなダマスクの香りがすると思います。全体像としてはこんな感じです。いつもなかなかバランスよく咲かせられなかった子なので、今年の春はまあまあいい感じに咲かせられたんじゃないかなと思ってます。嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。